ここが好きだよ日本人へようこそ。美しいものを美しいものとしてそのまま受け止める。実はこれ簡単なことではありません。美を生み出すにも才能や鍛錬がいりますが、受け止める能力も磨かれなければならないのです。今回は音楽という美を幸運にも受け入れられた体験をしたある黒人アーティストの話をしましょう。美がありのままに受け入れられるということがいかに貴重なものであるか、彼の体験から学ぶことができます。ジャズって聞くかい？自分で CD 買ったりダウンロードして聞かなくても耳に入ってくるあの洒落た音楽は知ってるだろう？僕は聞くだけでなくジャズ好きが高じてプロのジャズドラマーを目指すようになった大学生で、アレックスというんだ。アメリカでデビューするのがもちろん夢なんだけど、その先に日本でジャズをやるってことを無双してるんだ。なぜまた日本なのかって？それを話すには僕の尊敬するあるジャズプレイヤーの話をしなくちゃならないんだ。ここはアメリカ東部ペンシルベニア州のピッツバーグ。僕はオークランドにあるピッツバーグ大学のジャズ科でドラムを専攻しているんだ。ピッツバーグは古くからジャズという音楽が盛ん。バス停や店頭、ちょっとした看板に至るまでジャズをあしらったモニュメントがあふれる街。だから僕がジャズを志すようになったのはもちろんそうした環境のせいもある。でもそれだけじゃないんだ。あれは中学校に入ってしばらく経った頃のことだった。学校に行こうと朝食をとっていたら、一足先に朝食を済ませ日課の散歩に出かけたばかりの父が帰ってきた時のこと。雨でも降ってきたの？そう問いかける僕に、父は無言で食卓に座ってしばらく考えていたが、こうつぶやいた。ちょっと外を覗いてみな。僕はパンをかじりながら玄関外に出てみた。父が僕に見せようとしていたものが何か、それはすぐに分かった。すぐ前にある街路樹の一本の枝に黒っぽい紐のようなものがぶら下がっていた。下の方は人の頭が入るぐらいの輪っかになっていた。縛り首のための紐だ。もっともその紐は細くて実際には役に立たないだろうと思った。つまり脅しなんだ。何のための脅しかって？それは僕ら一家が黒人だからだ。この辺りで黒人なのは僕らだけだったからね。縛り首の紐はアメリカでは黒人差別のためのヘイトクライムの象徴なんだ。僕にとってその朝は暗い気持ちで登校することになった。でもなんということだろう。神様っていたずら好きだね。まさにその日が偉大な黒人ジャズドラマーアート・ブレイキーとの出会いの日でもあり、僕の人生を変えた日になったんだ。この日の午後の特別授業はピッツバーグ大学のジャズ科の教授が講師だった。その先生が話してくれた話、ブレイキーと日本が僕の人生を変えたんだ。アート・ブレイキーがここピッツバーグ出身のスーパースターだったことは知ってたよ。彼が1990年に亡くなった当時は街のあちこちで追悼のコンサートがあったって父から聞いたことがある。この街にいると彼の話題はよく耳にするんだ。でもその時の授業で僕は初めて彼が東洋の島国日本と深い関わりがあったっていうことを知ったんだ。その時の講師の熱の入った話を僕の口から再現してみよう。ジャズはリズムとアドリブが命と言われるんだ。これまで誰もやったことのない演奏を求めてプレイヤーはアドリブを極めようとしてきた。だからジャズはクラシックと違って作曲家ではなく演奏者が主役になるんだ。トランペット、ピアノ、サックス、旋律を担当するこれらの楽器の自由奔放な演奏に聴く人が酔ってくれる。でもどんなに独創的なアドリブも正確なリズムの上で振る舞える。リズム度外視では成り立たないんだ。このジャズのリズムを刻み支配するのがドラム。
もっともフリージャズはそのリズムさえ放棄したんだけどね。あれはやりすぎ。そのせいで一時ジャズは消えちまった。今名脈を保って聴かれているのはスタンダードな美しいジャズだ。ジャズを基盤で支えているのがドラムなんだ。アート・ブレイキーは支えの役で地味だったそのドラムをジャズの世界で初めて注目させた立役者だ。決して出過ぎることなく、でもなくてはならない。時に目が覚めるような存在感を出す。アート・ブレイキーはまさに革命的だった。ジャズメッセンジャーズという自らのグループを率い、キャッチーな演奏でジャズシーンを切り開いた大御所の一人だ。ナイアガラロールっていう独特な演奏を行って注目を浴びたんだ。それまでドラムってただリズムを刻む地味な存在だったんだけど、思わず興奮してやった奏法に皆興奮して、以来それが彼のトレードマークになった。でもドラマーとしての技量はもちろん、彼の功績は次々と素晴らしい新人を発掘しては世に出す類まれなリーダーシップにあったんだ。ジャズの帝王と呼ばれるトランペッターマイルス・デイビスのグループにも劣らないほどなんだぜ。ジャズプレイヤーは世に出るためレコードを出すのが目標だ。アメリカだけでなく世界に流しれ渡るチャンスだからね。世界中の人に自分の演奏を聴かせることができる。演奏家にとってこんな幸せなことはない。アート・ブレイキーにとって一大転機は1958年に発表したモーニンの大ヒットだ。この演奏で彼は一大スターになったんだけど、彼の後半生を変える曲にもなった。レコードがヒットして彼は忙しくなった。海外でもモーニンは大ヒット。そうした時、ある国から声がかかった。それが日本だった。ぜひ来てくれ。店でみんなでレコードを聴いてる始末なんだ。あなたの生の演奏を聴きたがっている。彼らにとってはほとんど聞いたことのない国、東洋の島国日本。当時は中国と日本の見分けがついているアメリカ人さえほとんどいない時代だ。レコードを大音量で鳴らして皆で黙って聴いてるなんて変な国だぜ。日本通のレコード会社の知り合いもそう言う。誰しも気が進まない。断るプレイヤーも多かったんだよ。ジャズでもやってなけりゃ外国に行く経験もできなかった。そう思ったアート・ブレイキーは日本行きを決めた。1961年のことだ。大して期待もせず、日本に行ったら言われるままに演奏してすぐ帰ろう。そう思って羽田空港に降り立ったんだ。空港では大勢の出迎えの一団がいて大騒ぎ。いつもはこんなではないって言うんだ。皆がこっちを見て何か口々に叫んでる。誰か有名人でも来てるのか？そう思って何度も後ろを振り返ってキョロキョロしながらゲートを過ぎると、その出迎え一団が一斉に自分の目の前に殺到してきたんだ。そのうちの一人が「ミスター・ブレイキー、一緒に写真を撮ってくれませんか?」と手持ちのカメラを指さしてニコニコ顔で言うんだ。ブレイキーはもう一度後ろを振り返って誰もいないのを確かめると「ひょっとして俺のことか?」そう言うと信じられない顔をして「俺は黒人だぞ。一緒に写真に収まってもいいのか?」一団は全員大きくうなずくと、すかさずブレイキーの周りに集まると次々と撮影に熱中しだしたんだ。そのキキとした顔。ブレイキーはあっけに取られていたんだけど、そのうち涙があふれてきた。彼はアメリカではジャズのスーパースター。でも近寄ってくるのはほとんど同じ黒人だけだった。同席さえ嫌がられるのが普通だった。写真を一緒に撮るなんて想像もできない。もちろんそうじゃない白人もいたさ。でも本当に少数だ。日本人たちは彼のエネルギッシュな音楽にとにかく心酔していた。黒人であろうがなかろうが、
あんな素晴らしい音楽を生み出した人間が目の前にいると言ってこの自分に興奮している。そう聞かされてブレイキーは心から感激した。死ぬまで何度もこの空港での話を周りに聞かせたというんだ。アートブレイキー&ジャズメッセンジャーズは2週間の滞在中、日本の全国各地で公演を行ったんだけど、これが日本で空前のモダンジャズブームを引き起こしたんだ。日本のジャズ文化はアートブレイキーが火をつけたとも言える。そしてアートブレイキー自身もこの日本体験で大きく人生を変えることになったんだよ。俺を人間扱いしてくれたのはアフリカと日本だけだ。何をやっても黒人だからと見られるアメリカと違い、日本は純粋に自分の音楽を受け止めてくれる。ブレイキーは何よりもそれが嬉しかったというんだ。ブレイキーはその後何度も日本訪問を繰り返す。日本語タイトルの曲もいくつも発表しているよ。京都、雨月、オンザ銀座が有名だ。自分のグループのレギュラーメンバーに日本人を加えてみたりと、当時決して誰もしなかったことをやってのけた。それからなんと日本人女性と結婚もし、生まれた3人の子供にたかし、けんじ、あきらっていう日本風の名前もつけたぐらいなんだ。日本酒が大のお気に入りになって、日本公演の時はそれを知ってるファンが必ず楽屋に差し入れをするから、出演前から飲んでしまって酔ったままステージへってこともザラだったそうだ。ジャズは虐げられた黒人が過酷な生活を忘れるために編み出したという悲しい歴史を持つ音楽。ジャズがアメリカ全土に広がり、アメリカの黒人ジャズプレイヤーはどんなに有名になろうとも人間扱いされない経験を持っているんだ。アメリカの人種差別は本当に根深いもの。まただからこそ音楽に魂がこもるとも言えるね。美しいものを美しいと受け止めることは簡単ではないよ。ブレイキーの音楽をそのまま受け止めた日本人は類いまれなる感性の持ち主たちだ。芸術をやるなら日本で受け入れられたら本物じゃないか。ジャズ科の先生の話はここまでだ。人を差別しない日本、人間を人間として扱う人たち。僕はブレイキーの音楽とともに日本にすごく関心を持ったんだ。ブレイキーが羽田空港で感激した気持ちが痛いほどわかる気がしたよ。僕は今ピッツバーグ大学のジャズ科にいる。祖国アメリカでデビューするのが目下の目的だけど、ゆくゆくは日本で公演することがその先の夢なんだ。その時に本当の僕の芸術の力が試されると思ってる。誰のためでもない、何のためでもないが、その存在が大切に思えるもの。それが美や芸術。当時の日本人たちは自分の音楽だけを見つめ、それ自体の価値をしっかり見つめてくれた。そのことに感激したアートブレイキー。人の才能を見抜く能力に長けた彼のグループからは、幾多の新人が自らの才能に気づき、巣立っていきました。人、物を素のままに見ることのできる力。お互いにそれを持ったアートブレイキーと日本人たちとの出会い。美や芸術は人を根本から救済することのできるもの。想像以上に大切なものかもしれません。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。